僕の左にいる黄色い巨大な、なんでしょう、じゃがいもさんですね。はい。まだ残暑厳しいということで、ちょっとさっぱり食べれるじゃがいもと青唐辛子のさっぱりサラダというメニューをね、よく中華料理屋行くとこのじゃがいものね、さっぱりしたちょっと辛いの出てくるんですよ。よくシャキシャキしてて美味しいんで、今日は本当におすすめですね。歯ごたえあっていいですね。おいしい。皆さんこんにちは。今回のごちそうさまチャンネルもですね、僕の左にいる黄色い巨大な、なんでしょう、じゃがいもさんですね。はい。8月にも来ていただきましたが、今月も芋ろ所長に北海道のじゃがいもを届けてもらいました。ありがとうございます。よく来ますね、東京ね。やっぱ東京好きなんですかね。大好き。もう一回言って。大好き。はい。で今回はね、まだ残暑厳しいということで、ちょっとさっぱり食べれるじゃがいもと青唐辛子のさっぱりサラダというメニューをね、パパッとできるんで、じゃがいも好きな人には結構いいメニューなんじゃないかなとね思うんですけどね。今日使う材料ですが、美味しい北海道産のじゃがいもを持ってきてもらいました。それを使いますね。それから、青唐辛子、前回も青唐辛子使いましたね、そういえばね。でパプリカ、ちょっと彩りに入れてもいいかなと、なくても作ることはできます。それからすし酢、ごま油、お塩と胡椒だけですね。よく中華料理屋行くと、日本の中華料理屋だとあんまり出ないんですけど、向こう行くとピーナッツの油で炒めたのに塩を巻いてるのと、このじゃがいものね、さっぱりしたちょっと辛いの出てくるんですよ。よくすごくさっぱりしてるし、シャキシャキしてて美味しいんで、今日は本当におすすめですね。まずパプリカちょっと切っちゃおうかな。そんなにたくさん入れなくてもね。よいしょ。こんな感じかな。パプリカ入れちゃう。青唐辛子も切っちゃいます。蓋を落として斜めにスライス。ほんとこれね、ちょっと油断してて、これ目についちゃうともうね、やばいんですよ。でも芋の所長は大丈夫そうじゃないですか。メガネだよね、それ。やっぱみんなから所長って呼ばれてるんですか。所長。所長ってお呼びしていいですか。なんか芋の所長って毎回言うとね。OK。はい。じゃがいも剥きますよ。じゃがいもは今回は皮を剥きます。皮付きでできないことはないんですけど、やっぱちょっとこの場合は浅く茹でていくので、少し皮が残ってると引っかかっちゃうかもしれないですね。なので今回は剥きますね。よいしょ。きれいに剥いて芽を取ると。ではじゃがいも切りますね。でポイントはやっぱある程度の薄さが必要です。じゃないと美味しくないです。ちょっと薄めに切りますね。こんな感じかな。でこう重ねて、であと千切り。そういえば芋の所長って料理するんですか。あ、するんだ。そういうなんかイベントとかで料理したことないんですか。その手の動きじゃ無理だよね、まずね。そうだよね。可動域が狭いもんね。今度そこでね、ご一緒できるといいですね。はい、切れましたと。そしたらこれをさっと湯がきます。もう一回水にさらす必要とかもないので、火強くしてお鍋の中にじゃがいも入れちゃいます。入れていきます。じゃあでちょっとでも生のところがあるとガリって噛んだ時にあれと思っちゃうんで、火入れはしっかりした方がいいんだけどしすぎない。じゃがいもに火はちゃんと入ってるんだけど食感がシャキシャキっとして残ってる状態。ちょっとやっぱりじゃがいもって火が通り始めると半透明になってくるので、全体そうなったらが目安ですね。これちょっと半透明になってきた。半透明になったら火を止めてざるにあげます。ですぐ水にさらす。冷やしちゃう。
でじゃがいもはじゃがいもでんぷんがあるので茹でてお湯に一回こう浸ってる状態なんですけど落ちきってないのでそれを水で一回洗い流します。結構ねそうめんみたいにちょっとゴシゴシ。ぬめりが取れたらここでもう一つのポイントはよく水気切ることですね。だからサラダスピナーみたいので回してもらってもいいし、ちょっとこういうキッチンペーパーとかでちょっと拭いてもらってもいいですね。キュッキュッキュッと、あんまりそんなギュウギュウ絞んなくても大丈夫だと思うんだけど、水気切ったらさっき唐辛子とパプリカの入ったボウルに入れていきます。で全部入れたらここに調味料ですね。まずお塩全体に振ってごま油さーっとですし酢ちょっとで和えていきます。こんだけですからね、切るとこだけですかね。ちょっと時間かかるとすれば。辛そうだな。で胡椒お好みですかね。ちょっと入れちゃおうかな。唐辛子入ってるんでちょっと方向性の違うちょっとピリッとした感じというか。はい、と盛り付けです。実際ね作る時もこのぐらいの分量で作って全然いいと思いますね。多分ね残んないと思う。はい、完成です。じゃあ早速試食しますかね。食べますね。前回結局あの後食べれましたっけ。食べれなかった、今回も食べれないかもしれない。一応ちょっとほら挑戦だけは。人差し指で添えて親指で持つ。こうだこうだ。ちょっとお箸の持ち方ちゃんとしてよ。で所長僕先にいただきますよ。いただきます。歯応えあっていいですね。おいしい。じゃがいも美味しいから美味しいね。どうぞどうぞ。届かないんだよ。届かない。無理ですね今回もね。しょうがないよね。しょうがないでしょ。ね。で今日は千切りにしてじゃがいもを使ったんですけど、前回は角切りだったじゃないですか。でねじゃがいもってやっぱり切り方によってねいろいろな料理に変化していくので、そういうことをちょっと考えながら料理するのもちょっとおすすめですよね。それからじゃがいもは冷暗所で、保管すると結構長持ちするので、うちもそうですね。冷蔵庫の下に、ジップロックに入れてでしまってありますね。かなり長持ちしますね。あとマッシュポテトにしてしまって小分けにして冷凍したりしてもね、パパッとちょっとスープにしたり、ちょっとハンバーグの添え物にね添えて食べるのもいいですよね。それから、私も今ポスターに載っている北海道産じゃがいもキャンペーンまだ開催中でございますんでね。今村所長ね先月今月と2ヶ月続いて来ていただきましたけどどうでしたか。じゃがいも料理いい感じでしたか。お腹が減った。それは残念ですね。また機会があったらね遊びに来てくださいね。北海道産じゃがいもよろしく。